ってね、誘導する。このページに誘導したいみんなを。どうやってやればいいんやろ。今ね、ライブが一回、なんちゅうやろ、画面暗くなって変な終わり方しちゃったんですが、多分なんだけど、スマホの温度が高すぎる。私のスマホがポンコツなもんで、充電しながらライブやってたせいで、もしかしてプツプツとかもそのせいかもしんないね、ワンちゃん。スマホを変えろっちゅう話かもしれん。移動完了。いけるかな。前回のライブの方に貼らせていただきました。ね、戻ってきた。ごめん、私これ多分スマホのせいだ。私の。めっちゃ熱くなってた。充電しながら配信してたから。でもさ、充電が残り10%ぐらいなんで、ちょっと急いで読んでいくね。それか、こっちに YouTube 入れて、こっちからこっちからやろうかな。いけるかな。YouTube 入ってるじゃん、こっちのアカウント。もしかしてこっちでやった方がいい可能。猫好きのアカウントかーい。ね、ちょっとスマホがデンジャーなんで、また変な現象起きたら申し訳ないんですが、もうちょっとなのでね、引き続き続けていきますね。多分ね、私のスマホすぐ熱くなるんだけど、充電しながらやるとめっちゃ熱くなってて、そのせいで終わっちゃった。よし、続きいきます。戻れました。よかった。もう充電してるかまたなるかもしんけど、とりあえずやり遂げよう、今日はね。ということで続いては、東大神。ね、東神だよ、東大神と読んだ私に似てる娘ちゃんのお母さん、ありがとうございます。あれは10年前の出来事です。主人が勝手に土地を決めて、家も友達に頼んで建ててもらい、私は気に入っていない家に引っ越しをしました。ちょっともうこの時点でホラーだよね。まだ家具も揃っていない中、寝室にテレビと布団だけ。ベッドが来るまで私と子供は床に布団を引いて寝ていました。私これ読んでないや。ある日のこと、ふと目が覚めてテレビの方を見ると画面だけうっすら光っていて、主電源の赤いランプもついていなく、なんだろうと思いましたが、眠気が勝ってしまい、そのまま眠りにつきました。次の朝家族に話をしたら、寝ぼけてたんだろうとまともに話も聞いてくれず、私もそうなのかなくらいで話は終わりました。そして数日経ったある日、また目がふと覚めて時計を見ると夜中1時過ぎ。また主電源のランプはついておらず、テレビに光が。私は怖さより証拠を残したくて、写メを撮り眠りにつきました。朝起きて家族 LINE にその写メを送信。私は、ほら、ついとるじゃろ。主電源ついてないのにテレビだけがついとんよ。やっぱり寝ぼけてなかったんじゃ、とどやってました。そしたら兄から、よく見て、顔映ってね、と連絡。よく見たら女の人の顔が。私は怖くなり、知り合いに霊媒師の人がいると聞いてたので、すぐ連絡を取り、次の日に見てもらえるということで、主人を残し、実家に帰りました。次の日霊媒師さんのところへ行き、テレビが勝手につくんですとそれだけを伝えただけなのに、女の人の浮遊霊がいると女の人と当てたのです。そこでお祓いをしてもらい、それから家は何も起こってません。幽霊を信じていなかった私でしたが、ここまで経験をするといるのかなと思わされる出来事でした。信じるか信じないかはあなた次第です。皆さん窓に何か覗いてませんかって、この最後の一文よ、煽っていく。すごい。昔、でもテレビに映り込む系は、昔結構見たことあったけどね、なんちゃらそういうとこはさ、参上しやすいのかなって思う。そう、私のスマホね、めちゃくちゃ熱いねん。そのせいやと思う。ほら、今わかる？スクロール、ここ、のこわずやねん、もうちょっとで。やっぱりやり遂げたいじゃん。きっと今日怖いけど最後まで見るぞって見てくれてる方もいると思うからさ、感動のフィナーレを迎えたいよね。最後やめてって言ってる。怖い怖い。最後怖すぎ。窓見ちゃった？私も見ちゃった。振り向いちゃった。でもカーテンしかなかった。龍神が覗いてるってなんだろう、強そうじゃん。まだ見ちゃダメ。まだ見ちゃダメだよ。
ねえ、で、充電が残りだからいくよ。まだまだ。ペンネームうさぎさんです。ありがとうございます。私が20代前半の頃体験したお話です。もともとあまり夢を見るタイプではないのですが、珍しく鮮明に覚えていき、珍しく鮮明に覚えていて、天井から自分の姿を見ている夢です。意識は天井から見ている自分で、自分が座って何かやっているのです。よく見ると、枕カバーを外そうとしている自分。その姿を天井から見ている夢。とても短い夢だったのですが、目が覚めてふと見ると、枕カバーが外れていました。これって幽体離脱をしたんだ、としばらく怖くて動けなかったです。でも戻れてよかったという体験です。この日以来怖い体験はしていないです。ね、ということで、ありがとうございます。実は、前半のライブで、私の母が私が昔幽体離脱してたって言ってたよって教えてくれたねんけど、幽体離脱他にもしたことある方おるんかな。あのさ、恋にできる人とかいるよな、たまに。そんな話見たことあるで。あ、窓の方見ちゃった自分映ってたって言ってる。そう、もうみんな窓開けれんくなっちゃった今日。窓の外は虫がバンバン体当たりしてますって。あ、それもなかなか怖いで。子供の頃、兄に夜窓に映ってる景色は霊界のものなんだよって、意地悪言われて異様に怖くなったのを思い出します。ね、でも窓よりさ、やっぱ序盤に話した鏡の方が怖いよな。このライブ、途中でね、さっきスマホあっちあっちになって終わっちゃったから、続きからやっとるねんけど、前半のライブの序盤に話した鏡怖いなって思う。お夜中に寝ようと思って立ち上がった時に、今年虹の橋を渡った愛犬の家が光っているように見えて、その夜愛犬が膝に乗って寝てくれる夢を見ました。勘違いだと思いますが、ずっと会いたかった愛犬に会えて幸せでした。ね、でもね、実はさっき似たようなお話をチャットに書いてくれてた方がいたんで、本当に会いに来てくれたんだと思う。ね、人間もペットも会いに来てくれるんだと思う。嬉しいよね、それはね。はい。ということで、そういう話もありがとうございます。続いても読ませていただきますね。あ、待って、流体離脱したことある方、いてた。ね、そう、やり方とかが載っとったねん、ネット上に。ただ、戻れんくなることがあるらしいで、危ないらしい。あ、手術中にもそう、この後出てくる。ということで、読んでいきます。あ、これだね。ペンネームひそわかめさん、ありがとうございます。自分がもう少しで死ぬってなった時の話。23年前、2人目出産後、病室へ戻って夕食が運ばれてくる時、吐き気がして、下の方に違和感が。母が看護師さん呼んでくれて、布団をめくった途端、2人の看護師さんが声を合わせて、弛緩出血と、そこから記憶はなく、ところどころ覚えているのは、〇〇確保と何度か聞こえてきたこと、何度も名前を呼ばれていたこと、そして死ぬってこんな辛くて、こんな痛くて辛くて苦しいんだって思ったこと、そしてその時目の前がパーッと明るくなりました。それから処置を受けている自分を病室の上から見ていました。血圧が20を切っていたらしいので、おそらく死の直前、死にかけていたんだと思います。廊下にいた家族には、先生や看護師さんが何度か状況説明をしてくれてたらしく、覚悟してほしいと言われていたそうです。これは夜の出来事で、その日たまたま救命救急センターの病院から先生が当直で来てたから助かったと、後日看護師さんから聞きました。こんなことが身に起きたので、出産は命がけと思っています。母子ともに元気なのは当たり前じゃないんだと。この場をお借りして処置してくださった先生、看護師さんにお礼を言わせてください。ありがとうございました。ねえ、ということで、出産の後に、今回看護師さんとかも来てくれてるから伝わるかな。弛緩出血ってやつしちゃったらやばいんかな、多分ね。になっちゃって、で、亡くなりかけたけど、天井から処置を受けてる自分を見てたらしい。でも無事で本当に良かったよね。そう、手術中に体験される方もいる。やっぱり何かあるんかな、そういう瞬間っていうのはね。
10代は幽体離脱できたけど成人したらできなくなったってなんやろ。若さも必要、若さも必要ってことって。怖くて6歳娘と一緒にトイレ行きましたって娘ちゃん優しい。よかった、ついてきてくれる人がいてよかった。うん。ザ・タッチがよく幽体離脱してますって、あのネタでやってるやつだね。でもほんと出産は命がけだよね。実は私も猫好き妹産む時危なかったんだよね。なんやっけな、手で塞いじゃってて出てこれなくなっちゃって、結局緊急帝王切開したんだけど、私も結構危なかった。あと何分か遅く病院来てたら2人ともじゃない、猫好き妹ちゃんがダメだったかもしれないって言われたんやった気がする。まあそう思うとね、ありがたいよね。もう元気に生きてくれてるだけでね。というお話でした。で、充電大丈夫かな。まだまだいきますよ。ほい。続いてもね、小学2年生の夏休みに入る頃、体のだるさ、夜になると40度前後の高熱が連日続き、病院に入院することになりました。入院してほどなく心配してお見舞いに来た祖父母親戚の人が集まったその時、ベッドで寝ていた私の耳に突然ガチャンとすごい音が響き、その瞬間自分の体が天井に張り付いた状態になりました。横を見ると天井が見えます。私は来てくれた親戚を上から眺めています。手元にあった点滴スタンドを握りしめ、怖い、落ちると叫んだのを鮮明に覚えています。そこへ駆けつけた看護師さんが私を落ち着かせようと、目を閉じてと声をかけてくれ、目を閉じたらスーッと自分の体がベッドの上に戻っていくのを感じました。その時には分からなかったのですが、もしかしたら幽体離脱のような状態ではなかったかと思ったりもします。上から見舞い客を見たシーンははっきり覚えているけれど、自分自身を見ていたかは覚えていないので、ただ単に高熱による幻覚だったのかもしれません。入院して様々な検査をしましたが、熱の原因はわからないまま、夜になると40度超えの高熱が続き、医者も頭を抱えていたそうです。その後両親は、藁をもつかむ気持ちで地元にいる祈祷師さんに見てもらうことにしました。読めてるはず。自宅を訪れた祈祷師さんが真っ先に向かった先には、父が野球のバッティング練習にと立てた棒にタイヤを巻きつけたものがありました。それを見た祈祷師さんは、これをすぐに抜きなさいと叫んだそうです。その場所は鬼門と言われる北東の位置でした。父はすぐにその棒を抜き取り、祈祷をしてもらったそうです。毎日40度の高熱にうなされていたのに、その晩からピタッと熱が出なくなりました。その後後遺症がないかの検査を経て、数日で退院することができ、あれからうん十年大きな病気一つせず元気にしています。ただの偶然とは思えない出来事。あなたの知らない世界はこの世に存在するのかもしれませんね。ねえ、ということで、さくらぽぷさん、貴重な体験のありがとうございました。まず幽体離脱したのもすごいっていうか、まだ幽体離脱の概念がない時にしてるから、やっぱある疑惑出るよな。そのさ、幽体離脱という先入観が頭に入ってて、でそれをなんやろ、脳が連想することで実際そうなるってことあるかもしれんけど、知らんのになってるから、そうなるともう科学的におかしいもんな。やっぱある疑惑出ちゃうよ、そうなると。誰よ、まだ見てとか言ってるの誰やねん。で、さっき序盤に話した鬼門の話。パパがバッティング練習用に棒を立てた場所が鬼門だったっていう、そのせいで連日40度出たんだ。わ、そっか。原因不明やったのにそれ抜いたら治るっていうのも、やっぱそれが原因かなってなるよな。ちょっと鳥肌がガクブルしてる方大丈夫かな。ね、天井から見た場面は今でも鮮明に覚えてまして、せやね、今ね、幽体離脱3連発したねんけど、みんな共通して鮮明に覚えてる。天井の真横の天井まで覚えてるっていう。
だからね、何かこれは信じざるを得ないよねって思う。ここからあと2個やないかな。うん。ああね、出産はやっぱりね、命がけだよね。ということで続いていきますよ。ペンネーム、ニコママさん。あ、まだ見えるかな。まだ10代だった時のお話です。自分の部屋でお昼寝していた時、寝ているのに部屋の中が頭の中というか、夢不思議な感じでしたが、起きている時のように見えていました。寝てるんです。ほう。部屋の中が頭の中。なんだこれって思っていると、ベランダが気になり、ベランダを見てみました。すると、真っ黒な人がいたんです。相変わらず私は寝てるんですよ。金縛りって感じではなかった気がします。目は塞いだままなのに、意識の中で見えてたって感じかな。目は塞いだままなのに、でも見えてる。やがてその真っ黒な人は窓をすり抜けて部屋の中に。それはすすっと私に向かって動き出し、やがて頭の方に立ちました。キモって思っていたら、それは私の頭の先に自分の頭をくっつけて、ぐぐっと押し付け、私の中に入ってこようとしてきたのです。苦しくて、やめろと思っていても私は起きられず、気を失っていました。その後何かあったとかではなかったですが、気持ち悪く怖い体験でした。ね、でも夢だよね、きっと大丈夫だよね。真っ黒い人は、下手したら怖い。あれも、まあこの後もっと怖い見た目のやつ出てくるねんけど、真っ黒怖いよな。怖い怖い。もう夢かもしれないっていう救いがあるよ、この話のオチはね。ただ、この後夢じゃないやつも出てくるって感じ。うん。ね、言いますよってありがとう。ねえ、でも、なんやろ、やけに生々しい夢ってあるよね。感覚とかが残ってる。あなたの知らない世界って書いてくれてる。ね、真っ黒怖いよね。想像すると怖い。頭から入り込んで、あれかな、乗っ取りしようとしてたっていうやつかな。ちょっと名探偵コナンの犯人かもしれない。犯人、まあ、あの見た目やったらまだいいけどね。なんか想像する真っ黒な人怖いもんな。ということで、あと残りだと思いますが、進ませていただきます。ペンネームもみさん。ね、さっきから来てくれてる。ありがとうございます。この話は私は小学4年生の時の話です。家の裏がお墓のお家に引っ越した時に体験しました。この家は賃貸なのですが、近所でお化け屋敷と噂されてました。2階の部屋なのですが、外階段と内階段があるお部屋が私の部屋でした。ある日夜中に誰かが外階段を上がってくる音で目が覚めました。足音がドアの前で止まったのが分かり、窓の外を覗いたのですが、誰もいませんでした。ですが、カーテンを閉めた時、ドアを誰かがノックするのです。コンコンコン、コンコンコン。私は怖くなり、親の寝ている部屋に逃げていきました。お父さんが起きており、今お前が部屋に来る前に枕元で黒猫のぬいぐるみが踊っていたと言われました。ぬいぐるみが動いたってこと？我が家ぬいぐるみいっぱいおるで。数日が経ち、親たちとお隣さんと1階で飲み会をしていました。私は夜中に眠くなり、2階にある自分の部屋に戻ることにしました。階段を上がりきった時、ドアを開けると、オルガンの上にお侍さんの生首が乗っかっていました。その生首が私を見つめた後、にやりと笑い、口から血がツーッと垂れました。私は表情を変えずに静かにドアを閉め、ダッシュで階段を降り、親にそのことを伝えました。親と一緒に私の部屋に行きましたが、もうその生首はいませんでした。あまりに怖かったので、親の部屋で寝ることになりました。親の部屋には小さいお仏壇があるのですが、朝に地震でもないのにお仏壇がガタガタと音を立てて揺れ始め、ガッシャーンと音を立てて落ちてきました。その時、親は外出していていませんでした。お仏壇が落ちて数分後、家の電話が鳴り、出てみると、親戚がお仏壇が落ちた時間に亡くなったと連絡がありました。めちゃくちゃ怖かったです。ねえ、後日談、私たちが引っ越した後、この家は取り壊されたのですが、親と私の部屋があった下に井戸が埋められていました。
空気穴から水がぷくぷくと湧いていました。今思えば幽霊が出たのは井戸が関係してたのかと思いました。ね、ということで、怖い、これは。もう井戸が埋まってるお化け屋敷に住んでしまったというお話でした。うん。あれかな、生首ってことはさ、内首とかある時代の霊ってことかな。井戸とかもあるしね。うん、井戸はやばいよね。私、井戸のやばい話はいっぱい聞いたことある。こんばんはって来てくれる方もありがとう。もう怖いって言ってる。井戸はダメ。でもよかったね。やばいお家に住んじゃったけど、今無事でさ、こうチャットに参加できててほんまによかった。これは再現ドラマで見たいって確かに相当怖い映像になりそう。すごい結構こんばんはってたくさん来てくれてる。あともうすぐ終わっちゃうのにありがとうございます。怖い、しまったトイレ怖いって。ちなみにごめん、めっちゃ怖い話してもいいかな。私今この話読んでる時耳鳴りしてた。ずっとめっちゃ怖い。ずっとピーって言ってた左耳が。今落ち着いたけど。めっちゃ怖い。ヒーン。耳鳴り私普段そんな起きる体質じゃないのに。うん。久しぶりに来れたら、そう、今日はね、ちょっと、番外ライブで、映ってないか。番外ライブで、ホラー会をやっておりました。そして、もうすぐ終わるところでした。ごめん、小森さんのコメント聞いて鳥肌。ごめんね。いや、でも本当に珍しいって思って。耳鳴り年に1回ぐらいしか聞かんねんけど。リセッシュしとくね、自分に。リセッシュ助けて。リセッシュしとこう。なんか、霊は化学物質に弱いらしい。リセッシュ振っといたから大丈夫だと思う。小森さん、私も左耳鳴ってたってすごい。待って、こんな回に誕生日の娘ちゃんが見てくれてるらしい。ありがとう、娘ちゃん。マツケンサンバでお祝いしよう。ハッピーバースデートゥーユーってね。娘ちゃん、おめでとうございます。ごめんね、こんな回やっててね。せっかくのお誕生日に。でも怖い話すると集まってくるとか言うからね。だから今日は他の方大丈夫かなって思ってた。井戸を潰すとき井戸納めしてもらいますよ。だよね。私先週ぐらいにちょうど見たホラーの YouTube でそれをやらずにひどい目に遭ってたやつ見てたわ。自接種とか大丈夫だと思う。ね、お誕生日おめでとうございます。ずっと変な低音が聞こえてて怖いと思ったら私の母の響きだったって。いびきね、いびき。いびきすごい低音なんや。ちょっとマツケンで笑いすぎてお腹痛くなってる。そう、今耳鳴りをリセッシュとマツケンで相殺したでまだいける。娘喜んでる、よかったね。福岡も来てくれてありがとね。ということで、残りも読んでいきましょう。どうかな、この辺、ちょっといい、ここで終わり。ね、今日もたくさんコメントしてくれて、日頃から例がよく見えてるというおはぎクララさん、ありがとうございます。締めさせていただきます。で、もうちょっとね、投稿してくれてる方おると思うねんけど、ちょっと訳があって何個か省かせていただいてました。私がうまく伝えられなさそうだなって思った話とか。ね、これが最後になります。で、ペンネームおはぎクララさん。一番見た目が怖かったのは高校時代の夏、暑いからと雨戸窓を閉めずに寝た晩でした。深夜1時ごろ目が覚めてふと窓の方を見ると何かが近づいてくるのです。目が離せずじっと見ていると憎悪で恐ろしい顔をした全身ボロボロの服で血まみれのおじいが飛び込んできてうちの足首をつかみ二段ベッドの下に引きずり落とそうとしてきました。ベッドのポールを持ちながら声が出せないので念仏やお帰りくださいを必死に心の中で唱えているとふっと消えていなくなりましたが、掴まれた足首には手の形が残っていました。後日ちょうどその時間におじいさんが入ってきた窓の先にあった道路でおじいさんが交通事故に遭い全身血まみれの意識不明の状態で救急車で運ばれていたと知りました。幸いにも命は助かったそうなので、あのおじいさんは生き霊だったのでしょう。生き霊で事故に遭って亡くなる瞬間にたまたま霊感の
強いおはぎさんがいたから、なんつうやろ、巻き添えにしようとしてきたってことかな。うん。足首引っ張られて、引きずられるは相当怖いし。ね、ほんとご無事でさ、今、ここにいてくれてありがとうだよね。うん、ありがとうの気持ちだよ。怖いわ、足首に。しかも後までついてね。多分そうちゃうかな。生きろってそういうさ、恨みでめっちゃ憎んで出現する以外でも出てくることあるんやな。うん、助けてくれってことか、道連れかどっちやろう。そう、ほんと今日はさ、結構怖い体験しちゃった人とか、今も見えてるっていう方とかの、なんならライブ中にいろいろ起きちゃってるけど、怪奇現象起きちゃってる方もいるけど、とにかくさ、元気で生きてくれてることに感謝しなきゃだよね。やっぱり宇宙のこと考えると、私たちはミジンコだと思う。ああ、でもそうだよね。おじいちゃん亡くならなかったから、死んでないのに来たってことだよね。てのあと3日間消えませんでしたって。ね、多分、もうなんか死にかけちゃって、いろんなさ、なんちゅうんやろうな、いろんな感情が渦巻いてる時に伝えれる人がちょうど近場にいたから来たのかなって思う。あ、人間も怖いね。でもガチの恨みで来た系の生き量の話が今回なかったけど、あるんかな実際。ほら、ずっと右肩重いと思ったらついてたとか、生き量ついてたとかさ、たまにあるじゃん、そういうやつ。うん、このね、音声ブツブツしてるので、多分私のスマホの正義枠がある。さっきの1回目のライブが強制終了しちゃったねんけど、スマホの温度がめちゃくちゃ高くて、もう、あれかな、充電リフレッシュみたいなやつ出したらいいんかな。スマホ買い直すと20万するじゃん。新しいのに。スマホに詳しい方いたら教えてほしい。日頃ちょっと編集してるだけでめっちゃスマホ熱くなっちゃうねんけど、うん。そう、これプツプツずっと鳴っとるねん。多分私のスマホの熱のせいだと思う。あ、持ってこっかな、でも冷やしちゃダメなんだよね、そういう時。助けてくれると思ったんだろうねって。執着が念として飛んできて掴んで、跡が残るほどのパワーを出した。かもしれないよね。あ、充電しながらスマホはダメなんだってさ、っていつもしちゃってるそのせいかな。これってさ、スマホのさ、サービス、スマホ、あれやん、スマホレスキューとか、そういう店。そこに持ってって充電交換パックみたいなのあるじゃん、1万ぐらいで。あれしたら治ったりするんかな。やったことある方いるかな。結局迷惑じいさんで片付けられてる。お化けも人間と同じで、この人なら助けてくれるとか、話を聞いてくれそうな人に寄ってくるって聞いたことがあります。そっかね、だからさっきからさ、途中でみんな書いてくれてた波長が合う人が見えるとかね、そういうので自分のこと見つけてくれてるって思うと、なんかアピールしてきたりするんかなって思ったよね。iPhone だったら Apple 公式のリユース品がお買い得を見ようかな。もうちょっとあれかも、新しいやつ使いたいかもしれんし、見てみようこの後。スマホケースでファン付きありますよねって。ほんま効果あるんかな。最後にさ、スマホの、もう次回スマホライブするとき新しいスマホでするわ。さすがに今日のプツプツひどかったで。スマホの知識も募集、怖い話もまだまだ募集しつつ、スマホの知識も募集って感じ。そう、保冷剤で冷やしたらね、中に水蒸気できるらしい。水蒸気やって、水蒸気が生まれるらしいで。なんかお腹すいた。まだ食べていいかなとか言って、まだ食うんかい。優しい人につくらしいですよねって。やっぱそうだよね。性格悪い人につかなさそうな気がする。この人なら助けてくれそうとか、この人なら自分に怯えてくれそうっていうさ、なんちゅうやろ、自分の存在を認めてくれそうとかさ、思ってる人にアピール。私ももし自分が例やったらアピールに行くな。この人いけそうみたいな。
帰れって念じたことのがうまいこと体に戻れたのが良かったかなと。あーでも今日結構さ、日頃から霊を見てるぜの皆様も体験談いただいたけど、やっぱみんな慣れてるというか、その強い意志で追い払うってことをねできるんだね。ね、予想以上に怖かった。そう、これ一回ね、これで全部締め切りとなっております。ちょっと他のやつは何個か省かせていただいたんですが、たくさんの投稿もありがとうございました。私お化けに喧嘩売っちゃいそうだから寄ってこないのねって。ねえ、でも私さ、明日からガチでさ、めちゃくちゃ忙しくなるねんけど、その状態で出てこられたら邪魔すんなって言っちゃいそうだもん、本当に。それどころじゃないねんって言いそう。だからそういう人には来ないかもしれない。私につかない理由はまあ、見えない勢の私たちはなぜつかないかを考えてみてもいいかもしれない。古い iPad をサポート終了品の電池交換しました。今のところ問題なく使えてます。ほんまにとにかく安く済ませたい、節約したいから、今の機種でも許せるから、256ギガで新しいやつにしたらすごい、なんやっけ、リサイクル品にしても高そうな気する。お菓子食べて除霊お願いしますって言ってる。どうしよう。あ、これ美味しそうじゃない？しかも黒糖ってなんか効きそうじゃない？塩やないけど。お清め塩の代わりに黒糖どうかな。こちらワークショップでいただいたやつ。原始パイの黒糖味ってのがある。初めて食べるよ。食べてみるね、これ。楽しいお話ありがとうございましたって。お化けを信じない人にはお化けも来ないので、お化けを見ることがない。なるほどね。すごい。霊感が強い人の三原則。見ない、聞かない、振り向かない。すごい。見たい、聞きたい、歌いたいみたい。ごめん、世代伝わる人と伝わらない人おるね。さ言っちゃった。ごめん。見たい、聞きたい、歌いたいみたいな。見ない、聞かない、振り向かないみたいな。なるほどね。気づかないふりってことやな。私はアルコールで清めながら見てますとか言ったの。めっちゃビール飲んでるね。多分さ、心が弱ってる時とかへこんでる時に狙われるっていうか、入り込みやすくなりそうだよね。つかない人は守護霊が強い人。なるほどね。私ね、ねっけな、ここに守護霊の人、ここにバッテンがあるらしいねんけど、なんかバッテンどころか星がいっぱいあるんだよね、私。3個ぐらい。守護霊強いんかなみたいな思っとるねんけど、ここにね、本当は十字架があると強いって言われるねんけど、私星があるんだよね、何個か。そういうの関係あったりするんかな。夜も引っ張りに反応してる。そやね。反応しちゃダメっていうか、目合わせないで気づいてないふりしていかなきゃダメなんだよね。懐かしいでしょ？見えない方は見えないままの方がいいですよ。だよね。なんか忙しい、ただでさえ忙しいのに余計なことしんとってほしいもん、ほんまに。でもさ、やっぱそう忙しくなってて疲れたりしてて弱ってるとつけ込みやすいかもしんないよね。20歳まで見なかった人は見ない説を信じてます。そんな説あるんや。見たことがある方は20歳までにも見たことあったのか。それは気になるよね。今回の階段はこまりさんの癒しボイスと階段で横になったらすぐに寝落ちできそう。怖い話で寝落ちできるのもすごいけどな。でもさ、もうしょっちゅう見える人とかね、しょっちゅう体験してる人が慣れちゃって、なんでやねんとか、いや、なんかもういつもの感じになってるのも面白かったけど。これ怖い話じゃないと思う。頭が180度回ってる上司がいて、よく見たらカツラが回ってるだけでした。居眠りしてたのでカツラを直しに行くつわものもいました。いつもと上下違うじゃんみたいな。それは怖い話では、怖い話かもしれない。バッテンあります？ある？私ここにね、なんかソロモンの星ってやつもあるねん。
ここに星があるねんけど、なんけ、ご法星やっけ。すごいやつらしい。それはテレビで見た。守護霊強いんかなーって。子供の方が霊感強いので、子供の方が霊感強いの出ます。大人になると見なくなるのはよく聞きますねって。そっか、子供の頃の方が見えるってことか。やっぱさ、感受性とかそういうのもあるんかな。私は20歳以降見えなくなりました。へえ。じゃあもしかしてその説あるんかな。私手相全然ないツルッツルので、私指紋マジで多いから、なんやっけ、たまにさハンドメイド作家ってこうやって作品を持って撮ったりするじゃん。あれめっちゃ嫌いで、嫌いっていうかこの指紋だらけだからあんま使いたくなくて手を。で普段いつもこの手袋してるのも手が赤色っぽいじゃん。これもうマジで8年間常に手を使い続けた結果肌が赤くなっちゃったんだけど、ほらこう土器とか作ってる、ろくろ回し職人みたいなさ感じでさ、ろくろ回しすぎて手の皮膚が硬くなってる人いるじゃん。今私はそれに向かってるらしいねんけど、で赤いもんでみんなに心配されちゃうの。手が赤いけど大丈夫ですかって心配されちゃうけど、私別に24時間赤いんだよね。なんなら昔から赤い。なんか肝臓が悪いとかね心配してくれる方もいるけど、昔から赤っぽいから、シェイカーを持って撮影とかあれすごい苦手なんだよね。私もバッテンありまして。手相ある方いた？そういう手相もあるらしいねん。なるほど。だから私も見なくなったのかなってね。20までは見やすい疑惑は結構あるよね。普段から作業中は他のことも見えない聞こえないから霊も見えないのかな。ね、もしポジティブなものに熱中してたら付け入る隙ないだろうから、もう私がレジに楽しいって言ってる間は来ないかなって思う。でもやっぱなんかへこむことがあったりした時が怪しいよな。土器じゃなくてろくろだった。そうだからね、もう着が取るのすごい苦手で、いつもこうなんちゅうの、手袋をして取ろっかなって思うけど、最近さ私グリーンオーシャンさんのサンプル作りの仕事をめちゃくちゃしとんねんけど、実は古いページとかのやつをリニューアルリニューアルする仕事をいただいてめちゃくちゃやってるんだけど、最近手に持って撮りたいねんほんまは。でも手がこのこう撮るとさ、やっぱ他の皆さんは、他のクリエイターの皆さんはさ生の手でさこう持ってんのに、私だけ手袋で持っててなんかかっこ悪いよなと思いつつ、でも普通の生の手でやるとシワだらけ赤いから悩み。それが手のさ綺麗なやつって多分生まれつきの要素やんな。手垂れとかあれすごい羨ましいなって思う。手相わからないシワでもいいんちゃう？シワいっぱいあると大体さ、この線があるといいってやつ全部当てはまるもん。私は息子もギアネで合ってるかね、見方もうバッチリ霊が見えますね。でもさ話の中でも母方の親族はみんな見えるとかあったし、血筋もあるかもしんないね。結婚線は2本ある。ということはてん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 って。そう、グリーンオーシャンさん新しいのじゃなくて、実はね過去のやつをリニューアルをさせていただいてて、今めちゃくちゃ作ってる。今後どんどん更新されるかもしれないのでお楽しみに。レースのおしゃれな手袋して撮るとかどうですかって。確かに猫好きちゃんの手を借りるありかも。1回10円とかでバイトとして持ってもらうとかありかもしんないね。おしゃれ手袋いいね。レース手袋の購入を検討しよう。幽霊が見えるから葬儀場と商場、読み方合ってるっけ？焼き場やっけ商場やっけ？やっぱそういう場所は見えちゃうんか。なんか最後の念が残ったりするんかな。テタレさん料理もしないとか聞いたことあります。テタレさん用のエステを一回見たことがあって TikTok で、
もうずーっとここになんか泡塗ってブラシでくる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 とかしてさ、で、パックして剥がしたかと思ったらまた泡し出してみたいな、それさ、1時間ぐらいやってた。すごい、手垂れの方は維持するの大変みたいだよね。へえ、なんかさっきから出てる守護霊疑惑がやっぱ気になるな。まあ、この前、だっけな、スレッズには書いたねんけど、こまり父は私が4歳の時に交通事故で亡くなっちゃってて、で、当時私4歳だから亡くなったっていうのを受け入れられなくて、その頃からずっとこまり父が私の守護霊をしてるという設定で40年間、28年間ぐらい生きてきたんだけど、本当におったら嬉しいなって思う。だから何かいいことがあった時は全部お父さんがしたってことにして生きてきてた、今まで。で、大変やった時も意外となんとかなってきたから全部お父さんが助けてくれたんかなって思いながら生きてきたんだけど、なんかもしいるとしたら嬉しいね。それとかさ、亡くなっちゃった方が会いに来てくれ、夢の中とかに会いに来てくれたっていうね、お話とか、亡くなっちゃったペットちゃんが会いに来たっていう話もあったけど、なんかそういうのが本当にあるかもって思ったら、怖い話は怖いけど、ちょっと希望も感じるなって思うねん。じゃあごめん、さらっと言っちゃったやつを忘れてほしい。ああ、猫好きちゃんのバイト、そうそう。10円もう一声って言ってる。50円。50円はどうかな。そうやねん。まあ、本当におるかは知らんねんけど、やっぱおるって思いながら生きてる方がさ、清く生きれるじゃん。常に見られてるみたいな意識あるから。こんなこと一人の時に悪いことしてもお父さん見てるかもって思うから、そう思いながら生きてきたから、割とちゃんとまっとうに生きてきたかもしんないって思う。プラスになる考え方だったら考えてもいいよね。小さい子は火葬場ダメみたいですね。姪っ子はしばらく何もない空間を見て話していましたよって。そっかね、さっき書いてあった火葬場とか焼き場はいっぱいいるって話してたけど、ちっちゃい子やとさ、乗っ取りに遭いやすいとかあるんかな。そう、そうそう、みずりんはマジですごいよ。もういなくなったかな。途中ちょこちょこ覗いてくれてたんやけど。私、反抗期エグかったからね、みずりんママはマジですごいと思う。よくぞ、あんなに反抗されたのにずっと優しかったなって思うから、やっぱそういう母になりたいよね。お手手貸すだけで50円やったら美味しいかな。うん。血筋あるかもしれません。息子、義理姉、見えて、これ、あれだ。お姑さんの姉さんは霊媒師さんです。それ心強いよね。見えちゃうけど、霊媒師さんも身内にいるっていうのは心強い気がする。しかも義理の姉さんの嫁ぎ先は葬儀屋で息子も一緒に働いてます。すごい、一族でなんかそういうことに縁がある。言うたら惹かれちゃう、引き寄せられちゃってるんかな。ね、不思議だよね。先日よく当たるなかなか予約の取れない占い師さんにコネで見ていただきましたが、いいな、私そういうさ、めっちゃ当たる占い行きたいねん。守護神様を見てもらった時に、時々守護神が見えない方がいる。その場合、死期が近くて守護神が離れていると言っていました。なるほどね。いや、もうそろそろお仕事が終わっちゃって離れてるっていう方はそのうち亡くなっちゃうかもっていう、そういうのもあるんや。明日仕事なので失礼しますってね。ありがとうございました。こんな時間まで。でも最後の方いい話してるから気持ちよく寝れるでしょとか言ってね、怖いけど救いもあるなって思う、お化けに関して。私は見たことないでまださ完全に信じるとは言えんねんけど、怖いのは怖いねんけど、霊という概念が存在する方が希望が持てると思う、人類が。なんか死んじゃったらそのまま何もなくなるんじゃない方がいい気がするんだよな。手相占い師に占い師になりなよって言われること多い。言われること多いけど、超信用してる霊感占い師の方はダメって。守護神様がダメだからブロックしてるって言われてます。
守護神がダメって言ってるってことかな、占い師になっちゃう。なんかそういうのが強いってことかな。うちの子は焼き場でじいちゃんのお骨拾ってお花のゆい骨かなあ、納骨だ納骨です。全然読めへん最後まで漢字が。墓の中に平気で入る図太い性格ですってね。もうそのままさ強く生きてほしいよね。もう怖いよってなっちゃうより猫好き。あ、妹がそのタイプかな。すごい元気っていうか怖いもの知らず。姉ちゃんビビり。妹と似てるかも我が家もね。でそう占い受けてみたいよね。私もまさかの受けたことない。ただ受けたことないけど知り合った方でなんだろうな、そういう占いとかしてる方何人かおるねんけど、そういう人たちに結構守護霊が強いとか宇宙のパワー強いとか言われたことある。そっちは多分スピリチュアル系の方やと思うねんけど、見てもらったとかじゃなくて偶然仲良くなったらそういう人やって、宇宙パワー強いみたいな言われたことはある。でも本当にそうやったら嬉しいからね、信じとこっかなって思うよね。そう怖いけど会いたい人もいるよね。そうでね、ということでまあ今日は23時ということは何時間やったかな。わあスマホ耐えた。最後の方充電抜いてたけど耐えた。とりあえずね、私次回のスマホ配信までに充電を1回直しておきますね。ほんまにプツプツの音で失礼しました。大変途中でさ変な切れ方してみんな怖かったやろうし、配信が。お盆はやっぱ行ける方はお墓参り行った方がいいよね。で多分番組とかもそういうの多いと思うからさ、途中でも話したけど、もし自分が死んだとしたら忘れられるのが一番寂しいよなって思うから、やっぱりさお墓参り行くといいよね。途中で話し忘れたねんけど、我が家結構さもういないけどみずりんね、さっきまでおって私の母の家、お盆にもうめっちゃ壊れるねん家電が。なんか途中でそういう話書いてくれてた方がいた気がして、うちと同じだって思ったねんけど、やっぱそういうのは墓参りに来てくれっていうアピってると思うねん。さりげなしにちょっとそろそろ忘れてるから墓参り来てほしいんですけどみたいな、そうやって壊してると思うねん家電。私の実家マジでお盆に一斉に家電壊れる。だからそういう時は行けばいいと思う。月1で行ってるね。そうなるとさやっぱ嬉しいよね。じゃあ最後にマツケンで終わりにしようかな。せっかく私このアクスタさもっとでっかいと思って買ったのに、間違えた、もっとちっちゃいと思って買ったのに、自分のアクスタと並べたくて買ったのにめちゃくちゃでっかいねんけど届いたら全然違うの来てびっくりした。隣にマツケンとさ自分を並べたかったんだよね。自分のアクスタやねんけどこれ悲しい。でも強そうでいいよね、巨人って感じで。あと謎耳なりした時もリセッシュとマツケンのおかげで、清めしおさんもねなんとかしてくれたんで。一斉に壊れるの困る。我が家昨日洗濯機壊れましたって。そっか、もしかしてなんかアピ来てるかもしれんで。ご先祖アピ無視しちゃダメですよねって。せやねん。やばい、でかすぎるよねこれ。びっくりした、ほんまに届いた時。こんなでかいって思って。で一緒に言ってた開くキーの方はこっちの大きさだったもんで、そっちを買えばよかったんだって思った。よし、ちっちゃい小人みたいになっちゃってる。こまりさん、いつかこまりさんビッグアクスタもお願いしますって言ってる。できるかないつかでもこれほんとキラキラしてて、ほんまはさ私の後ろにこのミラーボールを重ねてみたりしたかってん。これとこれを付け替えてミラーボールこまりとかできるかなって思ったら全然大きさ違ってた。ということで今日の配信切りがいいのでこのぐらいにしたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。しばらく特別会はないかなと思うんですが、また何か企画するかもしれない。UFO 気になる。 UFO どっかでした。 UFO 話。 UFO やったらさ怖くないから、怖いんかな。普通のライブでしてもいいんかな。怖い話、でも今日怖い話苦手な方はもう今日は来てないから聞きようがないな。 UFO の話って世間的には怖いんかな。
すごい興味津々私。欲しくなってくる。そやろ。でもこれもう手に入らん、売ってないっぽいよ、マツケン。マツケンの方に合わせていこうかな。今日は母と娘と汗だくでお墓掃除してきましたってね。きっとそうするとさ、嬉しいよね。ああ、確かに。最近私も使ってるナナズグッドのところで作れるかもしんない。一番大きいやつ使ったら。はい、お疲れ様でしたのコメントもありがとうございます。で、次回は木曜日の普通に12時からかな。新作開封ですので、お楽しみに。またレジンを作っていきますね。で、たまにこんな番外編もしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、多分ね、もうアーカイブもプツプツやと思うけど、申し訳ない。スマホを直します。でも、ホラー界だからプツプツしててもいいよね、別にね。あ、UFO、ユーマあ、ユーマじゃなくないこれ読み方。そういう話も気になる。X ファイルの、そういう感じの、またどこかで話しましょうね。はい、ありがとうございましたってね。そう、この後も、まだお仕事がね、来週まで鬼のように詰まってる。お盆もずっと仕事、頑張ります。睡眠と食事をしっかりとりたいと思いますので、ありがとうございました。で、怖くなった方はなんか、ごめんね。リセッシュしたりしといてね。はい、ということで、お疲れ様でした。バイバーイ。ホラー会でした。